ツヤもね、何これすごいやばい、嵐みたいになってる。やばい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 。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシヌピーです。今回はこちらブリヂストンのタイヤワックス、こちらをね Amazon で1800円で購入しました。でタイヤワックスって言ったら油性水性とかあったり、あとツヤも結構ギラギラしたやつとかそうじゃないやつとか、かなり密着して剥がれないようなやつとかいろいろあるんですが、そのタイヤワックスはね水性がいいよねとか油性がいいよねとかいろいろ言われていたりします。でどれがいいの結局みたいな点々点って感じになるんですよね。油性がいいとか水性がいいとか、結局のところどこまでどう良くてどう悪いのかとか正直よく分かっておりません。悪いと言われているけど本当にどこまで悪いのかみたいなね、なんならタイヤの溝の方が先になくなっちゃうよねとか、そういう話もあったりするんですが、そのタイヤメーカーが販売しているタイヤワックスだったら安心して使えるんじゃないのかなということで今回購入してみました。実際にさっき言った特徴的なところですね、ツヤ感とかあと施工性とかそこら辺含めてねいろいろ見ていきたいなと、こんないっぱいないけどね見ていきたいなとは思っております。この商品見ていて気になったのが、販売元はブリヂストンリテールジャパン株式会社なんですが、製造元は CCI 株式会社ですね。スマートビュー1とかで有名なCCI が製造しているみたいです。でこの商品自体は水性のタイヤワックスで、特徴としては高粘土シリコーンにより水に強く深みのあるツヤが長持ちで、優れた耐オゾン性能、空気中のオゾンからタイヤをガードで、使いやすい高粘土タイプ、高粘土だからタイヤの垂直面でも液だれしにくいと。でスプレータイプです。で1800円なので、比較的安いのかなとは思います。実際にねどんな感じなのか今から使ってみようと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、こちらがブリヂストンのタイヤワックスです。スプレータイプですね。こういった感じで、裏面の上の部分に使用方法が書いてあるので、こちらを確認してから使っていこうと思います。この部分ですね。使用方法、ご使用前に容器をよく振ってください。丸1、塗布する表面の汚れを落としてください。丸2、先端部の温が上に来るように回してください。丸3、布に少量吹き付けるかまたは直接スプレーし、布で均一に塗り伸ばしてください。乾いた布で拭き上げると効果的です。丸4、使用後はスプレー先端部のバツ印が上に来るように回してください。米印、直接スプレーする際は液が飛散し跳ね返るなどして目に入る恐れがありますのでご注意くださいということです。で水性ですね。で 500ml 入っています。成分はシリコーンと界面活性剤といった感じです。そしたら実際に使ってみましょう。はい、そしたらまずタイヤを洗っていきます。どの程度洗うかなんですが、普通にカーシャンプーとソフト99のこのタイヤブラシ、これを使って洗っていきます。はい、洗い終わりました。でタイヤの方今濡れています。でこれが濡れた状態で施工していいのか乾いた状態で施工しないといけないのかっていうのは今ちょっと確認をしているので少々お待ちください。はい、一応ご連絡がありました。水性のタイヤワックスなので水で濡れてる状態だと、一緒にワックスが流れていっちゃうので、できるだけ乾いた状態で使った方がいいですと。けど濡れてる状態でも使えますよと言っていました。効果が出るのは乾いた状態の方がいいですよということなので、乾いた状態で使っていこうかなと思います。はい、そしたら実際に使っていこうと思います。で塗るときはピタスポでいきます。布って書いてあったんですが、塗るのにはそんな布でもねスポンジでも変わらないと思うので、僕が普段使っているピタスポで塗布して、その後に布でね拭き上げていきます。よく振ります。でピタスポにスプレーします。こういった感じですね。で思ったよりドロッとしてないですね。水っぽい感じが思ったよりかはあります。ちょっと使っていきましょう。なるほど、伸びがいいですね。いい感じですと。で最後乾いたタオルで拭き上げていきます。
結構ねツヤが出るタイプですね。引き上げてもツヤがしっかり残っている感じがあります。こんな感じですかね。正面から見るとこんな感じです。マスキングテープ剥がしてみます。違いがくっきり出ております。かなり良さそう。シリコーンのテカリみたいのがねいい感じに出ているタイヤワックスだなと思います。シリコンっぽさがあるね、若干。けどまあそんな言うほどギンギラっていう感じでもない。そしたら僕がよく使っているシュアラスタのタイヤワックスとまあ比較して、で最後まあ洗ったりしてみて、まあ、どういった違いがあるのか見ていけたらいいかなと思います。はい、そしたらマスキングテープ貼ったので半分ずつ施工していこうと思います。まずは先ほど使ったブリヂストンのタイヤワックスからいきます。ほんと伸びがいいので 2,3 プッシュでかなり塗れますね。これ多分一周塗れると思う。伸びが良くて使いやすいですね。で塗り終わったら乾いたタオルで、なじませるっていう感じかな。余分なものを取っていきます。かなりねムラなく綺麗に施工できます。そしたら続いて反対側にシュアラスターのタイヤワックスを施工していきます。スポンジは同じピタスポですが変えてあります。こんな感じですかね。シュアラスターのタイヤワックスも伸びいいですが、ブリヂストンの方が伸びいいですね。でやっぱツヤっていうのがブリヂストンの方がテカテカしたような感じがあります。あとシュアラスターね、たまにねタイヤの汚れのせいなのか塗りムラみたいのができる時があります。こんな感じかな。とりあえず施工終わったので乾かして、でどんな違いがあるのかまた見てみようと思います。はい、そしたら翌日ですね。今ちょっとねパラパラ雨が降っていたんですが、今から実際にちょっと水をかけて落ち具合、両方とも水性なのでツヤがどこまで落ち着くのかっていうのを見てみようと思います。そしたらまずマスキングテープ剥がしちゃいますか。ツヤの違いはしっかり出ております。で水はじきみたいなところを見てみたいですよね。左側がシュアラスター、右側がブリヂストン。いきます。こんな感じです。ブリヂストン弾くね、引きの方が分かりやすいかな。こういった感じ。ブリヂストンかなり弾いてますね。でシュアラスターは撥水っていう感じはあんましないです。でブリヂストンの方はなんか撥水してるなっていう感じがすごくあります。そしたら一回このまま乾かしてツヤの違いを見てみようと思います。はい、そしたら乾きました。どうでしょうか。マスキングテープの跡があるので両方ともツヤは残っているといった感じです。でシュアラスターの方が落ち着いたかなっていう感じしますね。なんかそのテカリっていうのかな。ブリヂストンの方が、この辺とか見てもらえればテカってるような感じあるじゃないですか。それがシュアラスターの方はかなり落ち着いた感じ、ちょっと落ちたっていう感じはありますね。けどツヤ感、ここと見比べれば違いは出ているのでシュアラスターの方がマットな感じ、落ち着いたっていう表現が正しいかな。そんな感じがします。でブリヂストンの方がツヤ感みたいなのがまだしっかり残っているといった感じです。じゃあ次は洗ってみてどうなるのかですね。なんか洗い心地が違う気がするぞ。ブリヂストンの方がなんかちょっと硬い感じするね。なんとなくそんな気がする。これで一回洗い流してで乾かしてツヤに違いがあるのか。水はじきやっぱ弱くなったね。両方とも弱くなってる感じするけどブリヂストンの方が結構水はじきあったのに対してかなり落ち着いた感じ。それでもブリヂストンの方が弾いてるかな。結構さっきまでバチバチ弾いてたんですが、弾いてるけどちょっと弱くなったね。こんな違いです。一回こちらも乾かします。はい、乾きましたと。どうでしょうか。さっきよりねツヤは落ち着いた感じしますね。マスキングテープの後のくっきり感がさっきよりなくなってる感じがします。でブリヂストンの方のこの辺のあったテカリも洗ったことによってだいぶ落ち着きましたけど、まだ若干ねテカリがあるのでまだなんか残ってるなっていう感じはかなりします。けど左右こう見比べてどっちの方がツヤが出てるかっていうとそんな大きな差ではないかな。ブリヂストンの方が若干ツヤが残ってるような感じはするけど言うほど大きな差ではなさそうです。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらブリヂストンのタイヤワックスですね。こちらを使ってみました。
た。で、まあ理由としては、まあそのタイヤワックスはタイヤに、すげえ雨降ってきた。まあいいか。タイヤワックスはそのタイヤに悪影響があるないとか、まあそういった話があったりするので、まあタイヤメーカーが販売しているタイヤワックスだったらいいんじゃないか的なところから始まったんですが、使ってみた感想としては、まあスプレータイプですごい使いやすい。で、ツヤの方もしっかり出ていて、水弾きもかなり得られていました。まあ正直使う前はあんまね効果がないんじゃないのかなって、なんかタイヤに優しい商品で、水性だから水に濡れるともうすぐパッと落ちちゃうようなものなのかなと思っていたんですが、思ったよりね耐久性もあって、ツヤもね、何これすごいやばい、嵐みたいになってる。やばい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 。で、どこまで話したか忘れちゃったんですが、そう思っていたよりかなり効果がある商品だなと思いました。で、まあデメリットはそんななくて、普通にすごい伸びやすいし、かなりおすすめできる商品だと思います。で、1800円でしょ。で、このスプレータイプで 500ml かなり使えると思います。で、まあブリヂストンだから、まあなんか安心できるよねっていう部分はありますよね。で、製造元が CCI っていうのがまたなんか面白いなとは思うんですが、 CCI からタイヤワックスって出てるんだっけ。ちょっとね思い当たらないんですが、見た目が古臭いっていうぐらいかな、気になる部分で言うと、まあそれぐらいだと思います。なのでまあ気になる方はねぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。